ローウォーズファンの皆様、おはようございます。今日は金曜日ということで、期待に胸を膨らませていたら、ついにアーティファクト系イベント、偉大なるものの遺産、が登場しました。このイベントは、3日間開催の中規模イベントとしては、かなり魅力的なので、カーク信者のお気に入りのイベントになります。低予算で遊戯しているカーク信者の場合、ヒーローのソウルストーンを収集するタスクしか、全力で取り組むことができませんが、エメラルドを使える人なら、このイベントはかなり美味しいと言えるでしょう。ちょっとだけ、偉大なるものの遺産について、話をするよ。偉大なるものの遺産イベントが多くのプレイヤーから支持される理由として、タイタンやトーテムを育成しているプレイヤーにも、このイベントの利用価値がある点だと思います。アーティファクト系イベントなのに、どうしてそうなるの？このイベントには、ビジネスの考え方というタスクがあり、エメラルドを消費するごとにアーティファクトコインをもらえますが、このもらえるアーティファクトコインの量が破格なのです。まあ、大量にエメラルドを使う人にしか恩恵がないのですが、トーテムを狙って、タイタンアーティファクトスフィアをエメラルドで開封する人の場合などは、プラスアルファの報酬を、アーティファクトコインとして受け取ることができるのです。正確に計算したわけではないので、確証を持てませんが、大量のエメラルドを利用して、タイタンのアーティファクトやトーテムのレベルアップを実行中の人にとっては、お得なイベントになるはずです。ヒーローの育成要素の中で、アーティファクトの星のレベルアップと、スキンのレベルアップが、一番最後まで残ってしまう要素になります。この偉大なるものの遺産イベントは、これらの要素のレベルアップに最適なイベントという理由で、多くのユーザーがこのイベントを歓迎するのです。ちなみに、このイベントは、去年の5月からレギュラーイベントとして、ほぼ毎月のように開催されていましたが、今年になってから、開催頻度が低くなってしまったのです。昨年からヒーローウォーズの遊戯をしているプレイヤーは、このイベントを利用して、アーティファクトのレベルアップを促進していたのですが、今年になってから、期待を裏切られ続けていたのです。思い出のイベント、偉大なるものの遺産について、話をするよ。何を隠そう、カーク信者が、各種コインの備蓄の重要性に気づかされたのが、このイベントだったのです。カーク信者がヒーローウォーズの遊戯をスタートしたのが2020年6月で、その約2ヶ月後に、このイベントと初遭遇しました。その際に、脳裏に浮かんだアイデアが、各種コインをしっかりと備蓄すれば、ヒーローのソウルストーンを収集するタスクを低予算でも完全制覇できるんじゃね？というものだったのです。その日以降は、徹底的に各種コインを溜め込むことに精を出すようになり、おかげさまで、どうにかこうにか、ギルド戦に出場できるレベルにまで、ヒーローのアーティファクトを育成できるようになったのです。前回の偉大なるものの遺産は5月に開催されたから、5ヶ月間も空白の期間があったんだなぁ。そのようなわけでして、ヒーローウォーズを最近になって始めた人にとっては、初のイベントかもしれませんが、このイベントは、全力で取り組む価値のある中規模イベントなのです。ただ、10月末にハロウィーンイベントが開催され、11月末にはブラックフライデーも開催されます。これら2つのイベントは、共に7日間開催の超大型イベントに分類され、その規模はサマーフェスティバルと同程度か、それ以上と言われています。ですので、各種コインやエナジーボトルの備蓄量に不安がある人は、勇気を出して、今回のイベントを見送るという選択も必要かもしれません。どちらにせよ、10月から1月上旬までは、毎月のように超大型イベントが開催されるので、普段の3日間イベントを我慢して、超大型イベントに焦点を合わせるといった戦略も重要だと思います。カーク信者の場合、今回のイベントまでは3日間イベントでエナジーボトルなどを使いますが、それ以降は、超大型イベント時にしか、備蓄しているエナジーボトルを開封する予定はありません。視聴者様の中には、低予算で遊戯されている人も多いと思うので、今後のイベントスケジュールを考慮すると、
来週以降の資源の使い方は、一考の余地があると思います。さて、動画終了のお時間になりましたので、今回はここまでになります。では、最後になりますが、大いなるものの遺産の開催を心待ちにされていた人は、チャンネル登録を、ぜひ、よろしくお願いいたします。それでは、今回も動画を最後までご視聴していただき、ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。